のささやきの朗読や今思い返すと、あのドライブインに入った時点でもう終わっていたんだと思う。あの日は仕事が長引いて帰りが深夜になった。山道を抜けるルートで家まであと1時間ほど。腹が減っていたというより集中力が切れていたんだ。何か温かいものを口に入れたかった。そんな時、道の脇に古いドライブインの看板が見えた。照明は弱く、文字も色あせている。それでも営業中とだけははっきりと分かった。駐車場に車を入れると、他には一台も止まっていなかった。妙に静かだったが、店内には明かりがついている。ガラス戸を開けると鈴の音が鳴った。中は思ったよりも広く、テーブル席がいくつも並んでいる。だが客の姿はなかった。厨房の奥から足音が聞こえた。年配の男性が一人無言で出てきた。まだやってますか？そう聞くと、男は一瞬だけ俺の後ろを見た。そして短くうなずいた。案内されたのは入り口近くの席ではなかった。店の一番奥、窓際の少し暗い席だった。そこへどうぞ。言われるまま座ったが、違和感があった。周りの席にも箸も水も何も置かれていない。なのに俺の前だけ最初から全部揃っていたんだ。まるで最初から俺が来ることを知っていたみたいに。男は注文も取らずにそのまま厨房へ戻った。店内には俺の咀嚼音とどこかで鳴る時計の音だけが残った。その時ふと気づいた。この店は外から見た時より奥が長い。しばらく待っても誰も来なかった。水は減らない。厨房から音もしない。それなのに店の奥だけが妙に落ち着かなかった。視線を動かすと、俺の座っている席のさらに奥に通路があるのが見えた。さっき入った時には気づかなかったはずの通路だ。壁だと思っていた場所が少しだけ引っ込んでいる。その先は暗く、照明が届いていない。目を凝らしていると、通路の奥で何かが動いた気がした。人影のようにも見えたが、はっきりしない。ただ、こちらを向いているのは分かった。その瞬間、背中に嫌な汗がにじんだ。すいません。声を出したつもりだったが、自分の声がやけに
遠く聞こえたんだ。もちろん返事はない。代わりに厨房の方からカチャッと音がした。そして年配の男が無言で出てきた。手には盆に乗せた定食があった。俺の前に置くと男は言った。全部食べて。それだけだった。料理の見た目は普通だった。湯気も立っている。だが箸を持つ手がなぜか震えた。一口食べた瞬間、味がわからなかった。熱いはずなのに舌が何も感じない。視線を上げると男がまだ立っていた。俺の横、通路の入り口を塞ぐような位置で、逃げ道を塞がれている。そう思った。無意識に奥の通路を見てしまった。さっきより近い。何かが少しだけこちらに寄ってきていた。俺は箸を置いた。もう一口も喉を通らなかった。男は俺の皿を見下ろしたまま動かない。すいません。もう帰ります。そう言った瞬間、男の視線が初めて俺の顔に向いたんだ。その目が異様だった。焦点が合っていないんだ。俺を見ているというより、数を確かめている、そんな目だった。まだ。低い声でそれだけ言われた。同時に奥の通路から椅子を引く音がした。一つじゃない。二つ、三つ。誰も座っていなかったはずの席で確かに音がしている。男が通路の方へ顎で示した。奥、開いてる。その瞬間、わかった。ここは閉店後の店ではない。席が足りなくなった店だったんだ。俺は椅子を蹴るように立ち上がり、男の横を無理やり通り抜けた。鈴の音が鳴り、外の冷たい空気が流れ込んだ。俺は足早に車に飛び乗り、エンジンをかけた。バックミラーを見ると、ガラス越しに店の奥が見えた。暗い通路の先、びっしりと並んだ席。その一番手前に俺の席だけが空いたままだった。そして帰宅してから気づいた。財布の中に見覚えのない食券が一枚入っていた。印字されていたのは時間でも金額でもない。次、それだけだった。あの店は今も営業している。閉店後に客が来た時だけ。あの日、
俺たちは4人で山を越えていた。夜通しの釣り帰り。眠気をごまかすために国道を外れ、人気のない峠道を走っていた。時刻は午前1時を過ぎていたと思う。街灯はなく、ヘッドライトの明かりだけが頼りだった。その時、前方にぽつりと光が見えた。遠くに浮かぶような、そんな明かり。近づくと、それはドライブインだった。看板には、レストとだけ書かれていた。こんな山奥に店があるとは思わなかった。だが、中は明るく、窓から漏れる光の中に、テーブルと椅子が整然と並んでいるのが見えた。ちょうどいいじゃん。休もうぜ。誰かがそう言って車を止めた。店の中は暖かかった。BGM が流れ、厨房の奥から油の匂いが漂ってくる。カウンターには老夫婦らしき二人が立っていた。無言で静かに頭を下げる。俺たちは席に着き、それぞれが適当にメニューを指さした。誰も喋らなかった。ただ、妙に心地よい眠気のような空気が流れていた。料理はすぐに出てきた。ハンバーグ、ナポリタン、味噌ラーメン。湯気が立ち、まるで出来たてのように熱い。だが、味は驚くほど普通だった。いや、普通すぎたんだ。一口ごとに懐かしい気分がこみ上げてくる。ふと周りを見渡すと、他の客はいなかった。広い店内に俺たち4人だけ。それなのに奥の方から笑い声がかすかに聞こえてきたんだ。なあ、今聞こえたか？誰も返事をしなかった。それどころか、仲間の一人はスプーンを持ったまま動かなくなっていた。その視線の先、厨房の奥の扉がゆっくりと開いた。そこに立っていたのは、店主と全く同じ顔の誰かだった。誰も声を出さなかった。厨房の奥にいたもう一人の店主は、こっちを見て動かない。その店主の目は黒い穴のように沈んでいた。やがて老夫婦が同時に頭を下げた。その瞬間、BGM が止まった。空気が凍りついたように重くなった。誰かが椅子を倒し、我に返ったように立ち上がった。俺たちは会計もせず、店を飛び出した。外の空気が妙に冷たく、山の向こうからかすかに鳥の声が聞こえていた。ドアを閉めた瞬間、後ろのガラス窓に映った店内は
真っ暗だった。さっきまで明るかったのに。まるで一瞬で店そのものが消えたように見えた。俺たちは急いでエンジンをかけ、急いで山道を降りた。誰も口を聞かず、ただタイヤが砂利を噛む音だけが響いていた。15分ほど走って、ようやく街の明かりが見えた。コンビニの駐車場に入ったとき、助手席の仲間が小さくつぶやいた。飯食ってねえよな。振り返ると、後部座席にいた二人も同じ顔をしていた。あの店入ってないだろう。俺は意味がわからなかった。確かに俺たちは食べた。ハンバーグの湯気もナポリタンの匂いもまだ鼻に残っている。だが車内には皿もレシートもない。服の袖にも油の匂いはついていなかった。代わりに足元のマットに黒い土のようなものがこびりついていた。靴底から落ちたのかと思いきや、その土の中に小さな箸の先が埋まっていたんだ。銀色の金属製。ドライブインで使っていたやつと全く同じ。なあと声を出そうとしたが、その時車の後ろからチリンと鈴の音がした。誰も降りていないのに。振り返った窓の外、霧の向こうにぼんやりとレストの看板が光っていた。あの夜のことは誰も話したがらなかった。だがあれから数日後、俺はどうしても気になって再びあの道へ向かった。天気は快晴。昼間の峠道は穏やかで、夜の不気味さなんてみじんもない。だがどれだけ走ってもドライブイン、レストが見つからなかった。看板も建物の跡も何もない。代わりに道の脇に立っていた古い標識には白いペンキで雑に塗りつぶされた文字が残っていた。レスト。だがアルファベットの E だけが一文字抜けていた。それがやけに生々しかった。車を降りて辺りを見渡す。風の音しか聞こえてこない。なのになぜか鼻の奥にあの店で嗅いだ油の匂いがよみがえってきた。そして気づいた。助手席にコンビニの袋を置いたはずなのに、そこに誰かの手がかかっていた。青白く骨張った手。指が俺の方へとゆっくりと動いた。俺は反射的に顔を向けた。だがそこには誰もいなかった。助手席は空っぽ。シートにだけ黒いシミが残っている。まるで何かが濡れたまま座っていたような跡。息を飲む間もなく
スマホが勝手になった。画面には見知らぬ番号。通話を切ろうとしたが、耳に当てた瞬間、聞こえた。ごちそうさま。その声は、あの店の店主の声だった。慌ててスマホを落とした拍子に、カーナビの画面が切り替わった。そこに表示された現在地は、ありえない場所。ドライブイン、レスト。そこに赤い点が点滅していた。そしてその下の時刻表示がゆっくりと変わっていく。2時14分、2時15分、2時16分。俺たちがあの店を出た2時17分で止まった。時計の針は今も動かない。それだけが俺が戻ってこれた証拠だと信じている。この話をすると必ずこう言われる。なんでその時エンジン切ったの？自分でも今なら同じことを言うと思う。でもあの時は切るのが当たり前だと思っていたんだ。あれは仕事帰りの夜だった。深夜に近く道は空いていた。ただ異様に静かだったのを覚えている。参道に入ったあたりで急にラジオが混線した。音楽が途切れ、知らない声が一瞬だけ流れた。内容は聞き取れなかった。だが最後に聞こえた一言だけは妙にはっきりとしていたんだ。切るな。そう聞こえた。気のせいだと思った。山道ではよくある。そう自分に言い聞かせて走り続けた。しばらくすると前方に明かりが見えてきた。それは古いドライブインだった。看板はあるが文字はほとんど消えている。それでも建物の中だけは明るかった。腹は減っていなかった。ただそのまま通り過ぎるのがなぜか怖かったんだ。駐車場に入ると他の車は一台もない。車を止め何も考えずにエンジンを切った。その瞬間、あたりの音がごっそりと消えたんだ。風の音も虫の声もない。聞こえるのは自分の呼吸だけ。ドアを開けようとしたとき、さっきの声が頭の中でもう一度だけ再生された。だがもう遅かった。ドアに手をかけたまま少し迷った。だが今さら戻るのも変だと思い、そのまま車を降りた。地面に足をつけた瞬間、違和感があった。
アスファルトの感触がやけに柔らかい。駐車場を見渡す。白線はあるが、ところどころ歪んでいる。まるで後から書き足したみたいだった。建物に近づくにつれ、自分の足音が遅れて聞こえてくる。一歩、半歩遅れて、もう一歩。入り口のガラス戸は最初から少し開いていた。触れてもいないのに勝手に音も立てず奥へ滑っていく。だが照明の色が外と同じだった。夜なのに夜の色をしていない。席は整然と並び、どのテーブルにも水と箸が置かれている。だが客はいない。それでも用意だけは全部終わっている。そんな感じだった。その時背後でコンと音がした。振り返ると駐車場の俺の車が見えた。エンジンは切っているはずなのにメーターだけが薄く光っている。タコメーターの針がわずかに揺れていた。動いていないのに回っている。その瞬間、頭に浮かんだ。あの声は警告じゃなかった。つながっている間だけ守られていたんだ。俺は急にこの場所に長くいちゃいけないとそう思ってしまった。だが出口に向かおうとすると店の奥で椅子を引く音がした。一つ、また一つ、誰もいない席から。音は規則正しかった。椅子が引かれ、床をすり、また引かれる。誰かが座る準備をしている音だった。店内を見る。さっきまで整然としていた席が少しずつ乱れている。椅子の向きが入り口の方へ揃えられていく。俺の方を向いて。喉が鳴った。逃げなきゃいけない。そう思った瞬間、背中側から声がした。先に止めましたよね。振り返るといつの間にかカウンターの内側に人が立っていたんだ。中年の男。表情が妙に平らだった。ここエンジンを切ってから入る決まりなんで。男はそれだけ言うと入り口を指さした。だがそこにあるはずのガラス戸は壁に変わっていた。外の闇も駐車場も見えない。代わりに壁に貼られた紙が目に入った。手書きの注意書きだ。稼働中のままの入店は禁止。その紙の下に小さく文字が足されていた。止まった方はこちらで預かります。意味がすぐには理解できなかった。
背後でまた椅子の音がする。今度はすぐ近くだ。男が静かに言った。もう一回切りましょうか。その瞬間、店内の照明が一斉に暗くなった。暗くなった店内で一つだけはっきりと見えるものがあった。壁の奥、本来あるはずのない位置にガラスがはめ込まれているんだ。外の駐車場だ。そこに俺の車が見えた。ヘッドライトは消えている。だがメーターだけが弱く光っている。タコメーターの針がゼロを少しだけ超えた位置で小刻みに震えていた。男がそのガラスの前に立った。切れてないですね。淡々とした声だった。まるで点検でもしているみたいに。その瞬間、店内の椅子が一斉に音を立てた。全部同じ方向に引かれる音。ガラス越しに見える車の中でハンドルが勝手に回った。エンジンの音はしない。それなのにメーターだけが反応している。男が俺の方を向いた。中と外が切れたら次はこっちが動きます。それで意味が分かった。エンジンを切ったとき、俺は外に戻る道を自分で閉じてしまったんだ。次に切れるのは俺の番だ。その瞬間、駐車場の車のメーターの明かりが完全に消えた。同時に背後の席で誰かが立ち上がる気配がした。気づいた時には俺は外にいた。朝だった。車はドライブインの前に止まっている。エンジンはかかりっぱなしだった。今もあの山道を通るときは絶対にエンジンを切らない。理由は一つだ。次に切った瞬間、今度こそ中と入れ替わってしまうんだ。あれは夜中に一人で高速を走っていた時の話だ。仕事が長引いて帰りが深夜になった。眠気を飛ばすためにラジオをつけっぱなしで走っていた。山道に入ったあたりで古いドライブインの看板が見えた。黄色の字に赤文字。電球は半分以上切れていて、店名も途中までしか読めなかった。それでも営業中とだけは分かった。正直腹は減っていた。だが看板の下に立っている建物を見た瞬間、嫌な感じがした。駐車場は広いのに車は一台も止まっていない。それなのに店内の照明だけが
不自然に明るかった。入り口のガラス越しに中が見えた。客席はある。椅子もテーブルも揃っている。ただ誰も座っていない。人の気配がまるでしなかった。それだけならただの古い店だ。だが入り口のドアが少しだけ開いていた。風もないのにゆっくりと揺れていたんだ。その瞬間、理由もなく思った。ここは入っちゃいけない。喉が渇いていたのに体が前に進まなかった。ドアの向こうを見ていると、奥の厨房の暗がりがやけに深く見えた。光があるはずなのに、そこだけ黒く沈んでいる。結局俺は車に戻った。エンジンをかけ、バックミラー越しに店を見た。ドアはさっきよりも大きく開いていた。だが誰かが出てくる気配はなかった。それでも見られている気がして俺はアクセルを踏んだ。しばらく走ってからミラーを確認した。ドライブインはもう見えなかった。代わりに胸の奥に妙な重さだけが残っていた。この時は変な店だったなぁと、それだけで済ませていた。まだこの先で起きることを何も知らなかったからだ。その夜はそのまま何事もなく家に着いた。風呂に入って飯を食っていつも通りに寝た。あのドライブインのことは頭の片隅に追いやられていた。その異変に気づいたのは翌日の昼だった。会社で同僚に何気なく昨夜の話をした。夜中にさ、参道で変なドライブインを見つけてさ。そう言った瞬間、同僚の顔が固まった。冗談を聞いた時の反応ではなかった。どこにあったのかを聞かれ、高速の出口や看板の色、文字が欠けていたことを説明した。すると同僚が低い声でこう言った。あそこ、もうねえぞ。数年前に火事があって建物ごと取り壊されたらしい。営業をしているはずがない。そう言われた。俺は笑って否定した。昨夜、確かに見た。明かりもついていたし、入り口も開いていた。同僚はそれ以上何も言わなかった。ただ気まずそうに話題を変えた。その日の帰り道、無性に気になって昨夜と同じルートを通ってみた。まだ明るい時間帯だった。例の看板が立っていた場所に来た。だが何もなかった。看板も建物も駐車場もない。更地になっていて草が伸びているだけだった。俺は車を止めてしばらく立ち尽くした。
間違えるはずがない。道もカーブの位置も一致している。足元を見ると草の中に踏み固められた跡があった。それは最近誰かが歩いたような跡だった。背中にじっとりと汗が浮いた。俺は確かにそこに入らなかった。それなのに、まるで来たことを前提に場所が残っているように見えた。俺は車に戻り、エンジンをかけた。ラジオをつけると、昨夜と同じ番組が流れていた。時間帯は全然違うはずなのに、嫌な予感が胸の奥ではっきりと形になり始めていた。その夜俺はほとんど眠れなかった。目を閉じるとあの開いたドアが目に浮かぶ。中に入らなかったはずなのに、中を知っている気がして仕方がなかった。深夜、喉が渇いて起きた。台所へ向かう途中、ふと玄関の方が気になった。理由はない。ただ、見なきゃいけない気がしたんだ。玄関の靴箱の前で体が止まった。見覚えのない靴が一足置いてあった。汚れたスニーカー、そこに乾いた泥がこびりついている。俺は一人暮らしだ。誰かを入れた覚えなんてない。俺はしゃがんで靴の裏を見た。そこには草と土が絡みついていた。昼間に見たあの更地と同じ色だった。背中が冷えた。俺はゆっくり靴箱の中を確認した。自分の靴が一足だけ増えている。サイズも形も俺が履いているものと同じだった。その瞬間、はっきりと分かった。俺は入らなかったんじゃない。入って出てきたつもりになっていただけだ。頭の中で明るい店内が完成した。誰もいない客席、奥がやけに暗い厨房、開いたままのドア。そこで一人分足りない、そんな感覚が胸に落ちた。玄関の靴がいつの間にか俺の靴と同じ向きに並んでいた。それ以来、夜中に目が覚めると玄関の方から椅子を引くような音がする。今もあそこに戻る席はちゃんと残っている。この話をすると必ず最初にこう聞かれる。どこで道を間違えたの？でもはっきりと言える。間違えてなんていない。家を出た瞬間から最初から最後までナビも標識も全部合っていた。異変はもっと手前から始まっていたんだ。
あの日は夜に用事があって車で出かける予定だった。特別な理由ではない。ただ夜の方が道が空いているとそう思っただけだ。エンジンをかけ、いつもの道を走り出す。住宅街を抜け、幹線道路へ出る。その時点では何もおかしいことはなかった。ただ一つ普段と違ったのは、やけに車が少なかったことだ。信号で止まっても、前にも後ろにも車がいない。青に変わると自分だけが動く。妙に音が少なかった。タイヤの音も風の音もどこか薄い。しばらく走るとナビが再計算を始めた。理由も表示されてはいない。渋滞も事故も出ていない。そのまま案内されるまま少し細い道へ入った。街灯が減り、周囲が暗くなる。ここで引き返せばよかった。だがなぜかそうは思わなかった。しばらくするとラジオが一瞬だけ途切れた。砂嵐の向こうで誰かが息を吸う音がした。すぐに戻ったが、胸の奥が少しだけ重くなった。その直後、道の先に看板が見えた。古いドライブインの看板だ。見た瞬間、懐かしいような、知らないような、変な感覚になった。行ったことはないはずなのに。看板の下には小さく矢印が出ている。ナビも同じ方向を示していた。その時、ふと気づいた。時計を見ていなかった。慌てて目を落とすと、時間表示が点滅していたんだ。数字が定まらない。そのまま進んでいたら戻れなくなる。そう思った。でもブレーキを踏む理由が見つからなかった。俺はそのまま看板の示す方向へハンドルを切った。矢印の先に進むと道は一気に細くなった。対向車が来たらどちらかが止まらないと通れない、そんな幅だった。だが対向車は来なかった。後ろから追いついてくる車もない。ミラーを確認すると後方が暗すぎてどこまで道が続いているのかがわからなかった。さっきまで見えていた街の明かりもいつの間にか消えていた。ナビは黙ったままだった。案内も再計算も出ない。地図表示だけが薄く残っている。だがその地図がおかしかった。道路は表示されているのに、自分の位置を示す矢印が少しずつ遅れて動いているんだ。
ハンドルを切ってから一拍遅れて画面の矢印が向きを変えた。まるで本当の動きは別にあるみたいだった。しばらく走ると道の脇に使われていないガードレールが現れた。白い塗装は剥げ、ところどころ錆びている。その向こうは真っ暗だ。崖なのか、ただの林なのか、見分けがつかない。ヘッドライトの光が途中で吸い込まれる。地面に届かない。その時、急に腹の底が冷えた。走っている感覚が薄れてきた。エンジンの音はしている。スピードメーターも動いている。なのに前に進んでいる感じがしなかったんだ。同じカーブ、同じ木、同じガードレール。気づいた。戻っているんではない。進んでいないんだ。何分走ったのかわからない。時間の感覚が完全に抜け落ちていたんだ。その時、視界の先に明かりが見えた。一つじゃない、いくつも並んだ黄色い光。そして道が少しだけ開ける。そこには建物があった。古いドライブインだった。さっき見た看板と同じ色、同じ形、同じ文字の書け方。なのにナビの地図には何も表示されていなかった。駐車場に入る直前、ふと強烈な既視感に襲われた。なぜだかわからないが、俺はここを知っているようだった。来たことがないのに来たことがある場所だったんだ。駐車場に入った瞬間、エンジンの音が少し遠くなった。車を止めてもいないのに、音だけが先に離れていくんだ。俺は慌ててブレーキを踏み、ようやく車が止まった。周囲を見渡す。駐車場は広い。白線も引いてある。だが、車は一台も止まっていなかった。それなのに、地面にはタイヤの跡が無数に残っていたんだ。乾いた跡と、まだ新しい跡が入り混じっている。建物の正面には大きなガラスの窓。中は明るく、テーブルや椅子が見える。人影はない。ドアの横に営業時間の札がかかっていた。そこには24時間営業と、その下に小さく別の札がぶら下がっていた。朝まで。意味がわからなかった。車を降りると足元の感触が妙に軽い。地面を踏んでいるのに少し浮いているような感じがしたんだ。店の前まで歩くと自動ドアが音もなく開いた。
中に入った瞬間、空気が変わった。外よりも少しだけ朝に近い匂いがしたんだ。コーヒーと油と長く使われていない布の匂い。店内は見た目よりも奥に長かった。入り口から見た以上に席が続いている。壁には風景写真が飾られていた。参道、夜の駐車場、暗いカーブ。どれもさっき走ってきた道だった。だが一枚だけまだ見ていない景色があったんだ。朝焼けの空とこのドライブイン。写真の下に日付が書いてある。それはなんと今日の日付だった。その瞬間、背後でドアが閉まる音がした。振り返ると入り口が壁になっていたんだ。外はどこにも見えない。代わりに店内の時計が目に入った。壁掛けの古い時計。針は午前4時58分で止まっていた。カチッという音がして秒針がほんの少しだけ動いたんだ。そして秒針がもう一度だけ動いた。59分。店内の照明がわずかに明るくなった。夜の光ではない、外が白み始めるあの時間の色だった。奥の席で誰かが立ち上がる気配がした。姿は見えない。だが椅子の数だけ確実に気配があったんだ。カウンターの向こうにいつの間にか人が立っていた。年齢も顔立ちもよくわからない。ただこちらを見ている。その人は、もうすぐ朝ですよ。それだけ言った。時計を見る。分針がゆっくりと6時を指そうとしている。その瞬間、頭の中にはっきりと浮かんだ。朝になったらここが外になる。外だった場所が全部ここに回収される。俺は焦って入り口だった壁に手をついた。冷たく硬い。そしてびくともしなかった。背後で椅子が引かれる音が増えた。席が埋まっていく。カウンターの男が静かに言った。帰るなら今しかありませんよ。指さされた先に細い通路があった。最初からあったはずなのに、今まで見えなかった場所だ。通路の奥に薄く光るものが見える。それは車のヘッドライトだった。俺は考える暇もなく走った。通路を抜け、ドアを押し開けると、一気に冷たい空気が流れ込んだ。その瞬間、
俺は車の中にいた。エンジンがかかっている。外は完全な朝だった。周囲を見る。あのドライブインはどこにもなかった。駐車場も建物もない。ただの見覚えのある山道だった。だが家に帰ってから靴を脱いだとき気づいた。靴の底に乾いた土と白い線がついていた。駐車場の白線と同じ形だった。今も夜明け前に車を走らせるとナビに出ない矢印が一瞬だけ表示される。俺は絶対にそっちを見ない。朝まで残ったら帰る側じゃなくなるからだ。